おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新ニュースを整理していきましょう。今回の中心は FSD です。特に注目したいのはハードウェア3搭載者向けの FSD バージョン14ライト。これがアメリカだけではなく今後国際市場にも展開される予定だというニュースです。さらにイタリアでは FSD の承認を早めようとする動きも出ています。そして後半では中国のシャオペンの自動運転技術、テスラセマイの港湾物流での実証運用についても見ていきます。本日もぜひ最後までご視聴ください。まず最初のニュースから見ていきます。テスラはハードウェア3搭載者向けに FSD のバージョン14ライトを展開する方針を示しました。まずアメリカで展開し、その後追加の国際市場にも広げる予定です。これはハードウェア3オーナーにとってかなり重要なニュースです。最近の FSD はどちらかというとハードウェア4、つまり AI4 のハードウェア向けに進んでいる印象が強くありました。そのため、ハードウェア3車両のオーナーからすると、自分の車は今後どうなるのか、FSD のアップデートから取り残されているのではないか、こういった不安があったと思います。今回の発表は、その不安に対してテスラが一定の答えを出した形です。つまり、ハードウェア3車両も完全に置き去りにするわけではない。今後もソフトウェアのアップデートの対象として見ていくというメッセージです。ただし、ここで注意したいのは、今回の表現が FSD のバージョン14ではなくて FSD のバージョン14ライトという点です。ライト版です。つまり最新のハードウェア向けの FSD のバージョン14をそのままハードウェア3に載せるという話ではありません。ハードウェア3の処理能力やメモリーなどの制約に合わせて軽量化されたバージョンになる可能性が高いんです。なので前向きなニュースではあるんですけれども、ハードウェア3でも最新の AI4 車両と全く同じ体験ができるっていう意味ではないと思います。オーナーとしては安心材料である一方で FSD の体験は今後ハードウェア世代ごとに差が出てくる可能性も見ておく必要があります。そしてもう一つ大事なのは国際展開の部分です。テスラはアメリカの展開後に追加の国際市場へ広げる予定だとしています。ただし具体的な日程はまだ出ていません。理由としては技術検証、地域ごとの調整、そして各国の規制承認が必要だからです。FSD はスマホアプリのアップデートのように世界中へ一斉配信すれば終わりっていう話ではありません。国ごとに交通ルールも違いますし、道路環境も違います。そして何より、その国の規制当局が認めなければ、使える範囲は限られます。なので、日本のオーナーの目線で見ると、日本にもすぐ来るのかって思うかもしれませんが、そこはまだわかりません。ただ、テスラがハードウェア3向け FSD バージョン14ライトをアメリカだけで終わらせず、国際市場も視野に入れている。この点はしっかり見ておきたいニュースです。では次のニュースに行きます。イタリアでテスラの FSD の承認を早めるよう求める動きが出ています。報道によるとイタリアの議員がテスラの FSD について承認を優先するよう正式に議会質問を提出したとされています。これは一見すると小さなニュースに見えるかもしれません。でも FSD の海外展開を見る上ではかなり興味深い動きです。FSD の普及にはテスラ側の開発だけではなく政治や規制側の理解が必要です。テスラがどれだけソフトウェアを進化させても国が認めなければその国では使えません。特に欧州は安全基準や規制が厳しい地域です。その中で政治側から FSD の承認を前に進めようという動きが出てきたことは注目に値します。もちろんこれはまだ FSD がイタリアで全面承認されたという話ではありません。あくまで承認に向けた議論を早めようとしている段階です。ただ FSD の海外展開はこうした議論なしには進みません。技術が進むこと、そして規制や社会の受け入れが進むこと、この2つが揃わないと FSD は本当の意味では広がりません。その意味でイタリアのニュースは FSD が公共交通や道路安全のテーマとして議論され始めていることを示す動きだと思います。次に競合のニュースも見ておきます。中国のシャオペンが新しい自動運転システムVLA2.0 の市場レポートで注目されています。
報道では北京の複雑な道路環境で40分間一度も介入なしで走行したとされています。テスラの FSD を考える上では重要な比較材料です。自動運転の分野でテスラだけが進化しているわけではありません。特に中国市場ではシャオペンや BYD など強力なプレイヤーが出てきています。北京のような交通量が多く、歩行者も多く、割り込みも多い環境で高い性能を見せたっていうのはかなりインパクトがあります。もちろんこれだけでシャオペンがテスラを超えたと判断するのは早いです。テスラには世界中の車両から得られるデータ、長年の FSD の開発、そして OTA アップデートの仕組みがあります。ただ投資家目線ではテスラは自動運転で強いだけではなく、競合もかなり速いスピードで追い上げているという現実も見ておく必要があります。FSD のニュースを見るときはテスラのアップデートだけではなく、他社がどのレベルまで来ているのか、これをセットで見た方がいいと思います。では最後にテスラセマイのニュースです。南カリフォルニアの港湾運送会社 MDP トランスポーテーションがテスラセマイを使った3週間のパイロットプログラムを開始しました。これは港と物流拠点の間でコンテナを運ぶ港湾ドレージ業務でテスラセマイを実際に使ってみるというものです。このテストではエネルギー効率、サイクルタイム、運転体験などを確認するとされています。テスラのセマイというと長距離用のトラックのイメージが強いと思います。でも今回のような港湾物流での実証運用はかなり現実的な使い方だと思います。港湾物流は走行ルートがある程度決まっています。走行距離も読みやすく、充電設備も拠点側に整備しやすいです。さらにカリフォルニアでは排ガス規制やゼロエミッション化の圧力も強いです。つまりテスラセマイを実用化していく上で港湾物流はかなり自然な入り口だと思います。ただし今回のニュースも大げさに見すぎる必要はありません。まだ3週間のパイロットプログラムです。いきなり大量導入が決まったわけではありません。ただ実際の物流現場でテスラセマイが使われ、エネルギー効率や運用性が検証されている。この点は重要です。発表だけではなく現場で使われてデータを取り、課題を見つけて改善していく。テスラセマイはまさにその段階に入っていると見ていいと思います。はい、ということで今日のニュースを整理すると、今回は FSD 関連の動きが目立ちました。ハードウェア3向けの FSD バージョン14ライトはハードウェア3オーナーにとって前向きなニュースです。ただしライト版であること、そして国際展開の時期は未定であることは冷静に見ておく必要があります。イタリアで FSD の承認を後押しする動きは FSD の海外展開において規制面での議論が少しずつ進んでいるサインです。一方で中国のシャオペンも自動運転技術をかなり進化させています。テスラは強いですが独走と決めつけるのではなくって競争環境も冷静に見る必要があります。そしてテスラのセマイは南カリフォルニアの港湾物流で実証運用に入っています。これは大規模導入のニュースではないんですけれども、商用現場で運用データを取るという意味で重要な一歩です。はい、ということで今日のテスラのニュースは株価を大きく動かすような派手な材料ではないかもしれません。でもオーナーや投資家としてはこういう細かいニュースを見ておくことが大切だと思います。特に FSD についてはアップデートの内容だけではなく、どのハードウェアが対象なのか、どの国で使えるのか、規制は進んでいるのか、競合はどこまで来ているのか、このあたりをセットで見ていくといいんじゃないかなって思います。皆さんは今回の FSD のバージョン14ライト、この国際展開についてどう見ていますか？ハードウェア3のオーナーにとっては十分前向きなニュースだと思いますか？それともライト版という点に少し不安や不満感じていらっしゃいますか？ぜひコメント欄で皆さんの考え教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し下げて現在370ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古テスラをお勧めしています。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。
モデル3と Y それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ってくると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお買い得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら中古をおすすめします。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されておいてください。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。